こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダー、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。まず ETF 関連から見ていきますと、昨日の米国の ETF のフローは、現時点では全体でプラス0.25億ドルの流入を記録しています。ここ3日間、流出が続いてましたけども、米国時の結果を受けてか、プラスに転じています。ただ、週間ではマイナス2.5億ドル相当の純流出となりそうですね。イーサの方は各ファンドから流入もなく、現時点では全体でマイナスとなっています。香港はビットコインがマイナス 17.53BTC、ドル換算ではマイナス100万ドル相当と、イーサはゼロとなってますね。あと、オンチェーンの方では、2009年からマイニングに参加してたクジラが、ここ最近ビットコインを少しずつクラーケンに送金して売ってるのが話題になってます。合計300万ドル以上となってますね。昨日、サトシ・ナカモトの正体を追うドキュメンタリーがアメリカで放送される件を取り上げましたけども、一部ではそれが何かしら関係しているのではないかと言われてます。で、このクジラのアドレスはまだ 1169BTC、7200万ドル相当を保持してるんですけども、各所で観測されるクジラの動画は同じような動きをしがちなんで、今後の動きにも注目ですね。ビットコインの価格は現在6万2000ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、ついに米雇用統計が発表されまして、結果は予想の 14.8 万人に対して結果が 25.4 万人と、予想を大きく上回る結果となりまして、米ドル高、米株上昇要因となっています。発表以降に米株各指数、ビットコイン、日経先物など、リスコン資産全般が上昇してますね。米国債キルは 3.969 を推移しておりまして、ナスダックが235、S&P 500が5749、ダウ平均が42,352、金ゴールドが2653ドル、日経平均が38,635円、ドル円が 148.65 円となっています。ビットコインの先物の方では、OI は全体でプラス 1.97%、額として328億ドル相当、比率として全体ではショートが 52.7%、バイナスミはロングが 57.2% としたようになっています。今後の指標としては、10月7日に日本の景気動向指数、ユーロの小売売上高、10月8日に日米の貿易収支、10月10日早朝に FOMC 議事録、夜に米 CPI などが控えております。他アナリストの見解ではですね、最近のリスクオフからの金の高騰で、ビットコインにも上昇余地があるとか、あとは先物のファンディングレートが一時の高水準と比べると収まっていることから、ビットコインの価格も安定するとかですね。あとは先日発表された中国の景気刺激策はあまり期待できないという見解も出ています。過去中国株が高騰した2015年の景気刺激策はですね、国債発行が15.5兆元で、当時の中国の GDP の約 15% の緩和だったんですけども、今回は最大10兆元の国債発行に対して、中国の GDP は当時の2015年と比べると約2倍にまで成長してるんで、当時と同じくらいの効果を期待するには約27兆元必要なんで、全然足りてないと。それほど効果が期待できないという話なんですね。ただ上海総合はあれからずっと上向きになってます。市場全体で見たら、米雇用統計が大方の予想通りの改善となりまして、リスクオン資産全般が上向きになっている状態。仮想通貨市場単体で見たら、市場全体の上昇に合わせて、ETF にも流入が戻った状態なのかなと思います。昨日6万ドルの攻防からですね、米雇用統計の結果次第で反発するか割るかどうかが決まるとお伝えしましたけども、結果的には米雇用統計の予想以上の結果から反発した展開となりました。中東情勢懸念は常にありますけども、次、注目度の高い指標ではですね、10月10日の FOMC 議事録、米 PMI ですね。チャートだけ見たら上は6万5000の抵抗を抜けれるかどうか、下サイドを6万ドルで反発できるかが焦点になると思います。今後の市場どこに引き続き注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在2410ドル、BTC 建ては 0.0389 と、先物の方では、OI は全体でプラス 1.3%、額としては112億ドル相当、比率としては全体ではロングが 50.9%、バイナンスミはロングが 72.9% と上襟になっています。イーサも ETF の動きや、単独ファンドもなくですね、市場全体の動きに沿っている状態です。ただ財団の売りなどが都度取り上げられてまして、イメージが良くなってない印象はありますね。チャートだけ見たら、ドル建て、BTC 建てともに9月19日の底で都度反発して、ダブルボトムのような形状にはなってますけども、果たしてここから反転できるんでしょうかね。ドル建てでは上は2800を超えられるかどうか、下はこの底を割った場合ですね、2100ドルで耐えられるかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。
あとその他の動向では、コインベースが欧州方面で USDT など他ステーブルコインの上場廃止を発表したこと、アイコムテックの創業者に懲役10年の判決が下ったことなどが話題になっています。でこのコインベースの動きは欧州の MIC 規制にのっとった動きとなってまして、過去のバイナンスなど他取引所と同じ動きですね。年末に上場廃止予定となっています。アイコムテックは過去に仮想通貨のマイニング事業と謳って投資家から資金を集めてたんですけども、後に事業実態はなく、ただのポンジ詐欺だったと判明して、有罪判決から今回の懲役刑判決となっています。あと、ここからはアルト関連になります。元サイファーパンクのソロストラテジーズがソラナを再度購入したことが話題になっています。これで保有量は86,200ソル、約2160万ドル相当となっています。ソルストラテジーズの CEO、レア・ウォールドはですね、当社はソラナの保有量を増加し、引き続きソラナエコシステムをサポートしますと声明を出しています。ソルストラテジーズは、ルーシーラブスへの投資で60万ドル相当の利益を出してまして、その資金をソラナのエコシステムに再投資すると見られています。ソルストラテジーズの株価もプラス 8.16% と急上昇してますね。ソラナの価格現在143ドル、BTC だってはプラス 2.6%、時価総額は5位ですね。上位の中では比較的強くなっています。ソラナは今回のバブルもかける人と、見かける人で分かれてる印象はありますね。もうすでに5位となってますけども、パフォーマンスでも他を上回れるのか注目ですね。あとは、エーゲンレイヤーの関係者のアドレスが550万ドル相当のエーゲントークンを売り払ってるのが話題になってます。もともと関係者は2025年9月末までトークンがロックアップされる仕様だったんですけども、このアドレスはそのルールを無視して売り払ってると。エーゲンレイヤーは現在調査中と X に投稿しています。エーゲンの価格は現在 3.5 ドル、BTC 建てはプラス 6.1%、時価総額は114位ですね。現状価格には影響してませんけども、その後の進捗に注目ですね。あとその他資金調達関連では、分散型予測プラットフォームの Synax が155万ドル調達、資産保管プロジェクトロックドマネーが110万ドル調達を発表しています。これらの今後の展開にも注目ですね。今日はこのとこですかね。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。